どうもきみまろです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルではインテリア雑貨とか日用品、ファッションアイテムなど幅広く購入品紹介をしているんですけども、そういった動画をご覧いただいている方からですね、たまにコメントで例えば彼氏さんに何かおしゃれなものをプレゼントしたいんですけども、何がいいですかねといったプレゼント選びの相談をいただくことがあります。大切な方への贈り物なので、センスよく喜ばれるものを予算内で見つけたい、そう思う方もね多いんじゃないかなと思いまして、今日は1万円以下で購入できるきっと喜んでもらえるプレゼントをいくつか紹介していこうと思います。パートナーの方への誕生日プレゼントとかだともっとね予算が上がるかもしれませんが、バレンタインとかクリスマスとか、あと他にもね特に何もない日でもプレゼントもらえたら嬉しいと思うので、彼氏さんへのプレゼントだけじゃなくて彼女さんやお友達、ご家族へのプレゼントの参考にしていただけたらと思います。オンラインで購入できるものも結構多いので、買いに行く時間がない方にもおすすめできるんじゃないかなと思います。はい、では早速行ってみましょう。1万円以下のおしゃれなプレゼント、まずはこちら、シックストックの靴下です。こちら僕のねシックストックのコレクションの一部なんですけど、僕もねほんとこれ5、6年前ぐらいからね履き続けていますけど、デザインも品質も履き心地もねとてもいいです。靴下とかねプレゼントでもらうと嬉しいんですよね。靴下とか下着とかって自分でね買うとなるとあんまり見えないからですね、結構適当に買ってしまいがちなんですが、そういう方にこそプレゼントでこういうおしゃれな靴下をプレゼントしてあげると喜んでもらえるんじゃないかなと思います。主張しすぎないファッションアイテムなので、もらって困ることもないと思いますし、履く時にもねやっぱりプレゼントしてくれた方の方をその都度ね思い出してもらえるかもしれないし、そういった意味でもねプレゼントにはぴったりだと思います。でシックストックスの一番有名なモデルがこのラインソックスというものなんですけど、こういうねシンプルなデザインのソックスなんですが、そのラインソックスの名の通りこのようにねT 字にラインが入ってる、こういった特徴のある靴下で、このね足首の部分とかこの足の甲が当たる部分とかそれ以外の部分とか素材をね若干変えていたりしていて、履き心地もいいし脱げにくい作りになってるので、実用的でもあるね靴下です。でカラーもねこういう風にいろいろありますので、いろいろ組み合わせて選べるので、渡す相手の普段のコーディネートなんかを見ておいて、そのコーディネートに合わせて色を選んでみたりすると喜ばれるんじゃないかなと思います。オンラインでギフトボックス付きで購入することができて、 Amazon とかでも購入できるので、もしねあさってプレゼントしたいのに今時点でうっかりしていて何も準備していないとかでもギリギリ間に合っちゃうかもしれないです。で価格も2足セットで3960円、3足セットで6380円なので割とねリーズナブルですよね。ファストファッションで靴下買うより少しね価格帯が上がってくるので、そういったところもねプレゼントとしては自分では買わないけどもらって嬉しいようなプレゼントになるんじゃないかなと思います。お求めやすいけどおしゃれなソックスならねきっと喜んでもらえると思うので、ぜひチェックしてみてください。今日紹介するものはね全て概要欄にもリンクを貼っておきますので、ぜひね見てみてください。まず1つ目はこちら、シックストックスのラインソックスでした。続いてのプレゼントにおすすめのアイテムはタオルです。タオルもプレゼントにぴったりなブランドがあります。こちらです。マイトンですね。マイトンも僕数年前から愛用していますけど、本当ねデザインもいいし品質も良くてプレゼントにはぴったりだと思います。こちらはねバスタオルより一回り大きいタオルブランケットなんですけど、マイトンはねこういったブランケットとかタオルとか、あとラグとかポスターとかルームウェアとかね結構商品ラインナップも豊富で、中でもねプレゼントに良さそうなのはこのタオル系なんじゃないかなと思います。品質もいいし肌触りもいいし、何よりねデザインがいいですよね。こちらもこのタオルブランケットもリバーシブルなんですけど、こういったデザインと反対を向けるとこういったデザインになっています。とても可愛いおしゃれなデザインですよね。比較的ねカラフルな色使いなんですけど、派手すぎないトーンをね落とした色を使ってくれてるので扱いやすいね絶妙な色合いなんですよね。で今サイトの方インサートをしておきますけども、こういった感じでデザインもねとても豊富なので、渡す方のイメージだったり渡す方の部屋のインテリアの感じに合わせてデザインを選ぶときっとね喜んでもらえると思います。
タオルとかって自分用に買うってなるとリーズナブルでデザインも単色のものとかを選びがちなんで、プレゼントでねこういう素敵なデザインのタオルをいただけたら本当に愛着も湧くと思います。で価格帯もこれもね結構お求めやすくて、バスタオルであれば6000円台で、フェイスタオルであれば3500円とかで購入できるので、予算に合わせていろいろ選べるんじゃないかなと思います。ギフトボックスセットもあって、好きなバスタオル2枚選んで詰めてもらえるギフトボックスと、あとはおすすめのデザインのバスタオルとフェイスタオルを合わせた2枚セットのギフトボックス、これがねそれぞれ12,600円なので、1万円をちょっと超えちゃいますけども、これぐらいであれば予算内ということであれば、このねちゃんとボックス、可愛いボックスに入って届きますので、このギフトボックス付きがいいんじゃないかなと思います。もちろん商品単体でも購入ページでギフトボックスありを選べばプラス500円でギフトラッピングしていただけます。マイトンはねめちゃくちゃおすすめなので、ぜひプレゼントで選んでみてほしいです。ここからはスキンケア、ヘアケアなんかのアイテムを紹介していきます。まずはこちら、もう定番ですかね。イソップのハンドバームです。うちにも今2本ありますけど、このイソップのハンドクリームは香りも良くてベタつきも少ないので、プレゼントにはね喜ばれると思います。で3種類あって、中でも人気なのはレスクレクションってやつなんですけど、ちょっと今ね手元にないんですけども、ピンクのチューブのやつですね。一時期はね僕はずっとそれ使ってました。本当ねいかにもイソップって感じのね香りです。でこの新発売のエレオスってやつもねちょっと大人っぽいスパイシーな香りですね。テクスチャーはこんな感じで、いい香り。そのちょっとレスクレクションよりスパイシーな香りということで、大人っぽい香りって感じですかね。いい香り。こちらが紫のねエレオスってやつですね。エレオスアロマティックってやつですかね。でこちらがレバレンスですね。このチューブ、こちらはまたちょっと違ったアーシースモーキーというね香りなので、よりね落ち着いた香りになっています。イソップはねこういう風にチューブもおしゃれなので、インテリアにもね馴染むしね、これもプレゼントで喜ばれるんじゃないかなと思います。定番ですけどこちらもおすすめ。あとねイソップからもう一つ紹介します。ハンドウォッシュですね。こちらのハンドウォッシュ、アンドラムアロマティックハンドウォッシュというものです。このイソップらしいおなじみのボトルデザイン、こちらもオレンジ、ローズマリー、ラベンダーの香りということで、本当にイソップらしい華やかで上品な香りが楽しめます。こうねハンドソープとかも自分で買うとしたら薬局でコスパ高いやつをね選んじゃうと思うんですけども、プレゼントでこういったものをいただいたらね手を洗うのも楽しくなるんじゃないかなと思います。ちゃんと保湿力もあって洗い上がりもしっとりしているので、本当にイソップはこのハンドウォッシュもプレゼントにはねいいと思います。こちらもおすすめです。で香り系だとこちらもねめちゃくちゃおすすめです。僕も愛用しているアポテーケフレグランスですね。こちらはインセンススティックというねお香なんですけども、これを何種類か部屋で焚いて楽しんだりしていますが、これもねパッケージがとてもおしゃれですよね。これもこう好きな香りを2本選べるボックスセットっていうのがあって、ボックスセットだと箱付きで5000円で購入することができます。でこの香りが選べるのがいいですよね。個人的におすすめなのはこちらのホワイトティーですね。ホワイトティーの香り僕ほんと大好きで、商品ページを見ると東南アジアのリゾートスパをイメージしたオリエンタルでほのかな甘みのある香りと書いてあるんですけども、ほんとねその解説の通りとてもリラックスできる香りです。でこのお香をプレゼントで選んでもいいんですが、お香はねお香立てが必要だったりするので、アポテーケさんにも素敵なお香立てがありますけど、予算オーバーしてしまうかもしれないので、それがね気になる方はハンドウォッシュのプレゼントっていうのもねいいんじゃないかなって思います。こちらですけども、こういった素敵な袋に入れていただきました。プラス330円でこういったねプレゼント用の袋に入れてくれるので、これもねもらう時もこういったのでねもらえたら嬉しいですよね。すごい可愛い。このハンドウォッシュも香りは3種類あって、こちらも同じくホワイトティーの香りがあるので、個人的にはねこのホワイトティーの香りおすすめです。ハンドウォッシュは液体タイプになっていまして、これを使って手を洗うだけでホワイトティーの香りがね手に馴染むので、洗った後もふわっと香ってくるので長時間幸せな気分でいられます。ほんといい香りなので、きっとねプレゼントで喜んでいただけると思います。アポテーケフレグランスは店舗に行くとガラスドームに閉じ込められた数十種類の香りを試したりできるので、プレゼントを渡す方と一緒に行く機会があれば一緒に行って選んでみたりしてもね楽しいと思い
ます。いつ行ってもねたくさんのお客様がいらっしゃって、でカップルでね来てる方も多いですね。なので一緒に購入するっていうのもねおすすめです。はい、アポテーゲフレグランスのインセンススティック、そしてこのハンドウォッシュ、これも本当プレゼントね喜んでもらえると思います。はい、続いても香り系ですが、こちらです。バウムのモイスチャライジングオイル N です。こちらもこういった木のフレームにはめ込まれたボトルがねとても素敵なオイルなんですよね。キャビネットとかに置いておいてもインテリア雑貨としても使えちゃいます。で中に2つの液体が入っていて、これを振って攪拌して手に取って使うんですけど、ヒノキ水を配合しているので香りがねもうヒノキの香りなんですよね。いい香り。これがねめちゃくちゃ本当にいい香りで、このねヒノキの香りはね嫌いな人まずいないんじゃないかなって思います。で保湿力非常に高いので肌にしっとり馴染んでしっかりと乾燥を防いでくれます。このバームっていうブランドは資生堂のブランドなので、品質面でも安心いただけるんじゃないかなって思います。価格としてはねこの量で8800円なんでちょっとねお高いんですけど、実用的なスキンオイルを自分で買おうとするとそれこそねコスパが高いものを購入すると思うんで、こういうね見た目もおしゃれで品質も良くてただコスパの点でちょっと高いっていうものは自分では買わないけどもらったら嬉しいものだと思うので、こういうものこそねプレゼントにはぴったりだと思います。このバームとかさっきのイソップとかはね香水もいろいろ揃ってるんですけど、香水になってくるとね1万円を超えるものばかりですし、香水はねもし渡す相手がその香りが好きじゃなかったら置いとくだけでね使ってもらえなくなっちゃうと思いますし、結構香水ってね人によって好きな香り苦手な香りってあると思うので気に入ってもらえない可能性もね結構高いので、香水とかルームフレグランスとかはプレゼントでもね人気と思われがちなんですけど、そういったリスクもあることを考えておいた方がいいんじゃないかなって僕はね思います。あとはねやっぱり一緒に買いに行って好みな香りなんかがあればそれをプレゼントするとかは確実なので、香水とかルームフレグランスをプレゼントするのであればそういったね買い方プレゼントの仕方の方がいいんじゃないかなと思います。その点ねこちらはほんのりヒノキの香りということでね渡しやすい喜んでもらえるプレゼントだと思います。バウムのモイスチャライジングオイル N、 こちらもねおすすめです。で続いてもオイルなんですが、ジョエル・ローティのトラックオイルナンバー3です。天然由来成分で香りがめちゃくちゃいいヘアオイルです。でこの香りも6種類ありまして、中でも人気なのがこのナンバー3シトラスフローラルの香りで、これがね金木犀の香りなんですよね。ほんのり甘く癒される香りです。で香り系はね先ほども言った通り人によってね好みが結構分かれると思うんですけど、この金木犀の香りが苦手な方ってね僕は聞いたことないですね。みんな好きな香りなんじゃないかなと思います。なのでねこちらは間違いなく喜んでもらえるんじゃないかなと思います。でこれを数滴手に取って髪になじませてスタイリングするんですけど、このナンバー3は若干重めの質感なんで1、2、3とね質感が重くなってくるんですけど、ナンバー3はね一番質感重めなので少量でも髪がかなりしっとりします。いい感じにまとまるのでねいいですね。で一応これヘアオイル専用ではないので顔とか体とかね手になじませて使うこともできるので、なので渡す相手がヘアスタイリング剤はずっと使ってる別のワックスがあるよとかいう方でも安心して渡せるんじゃないかなと思います。このねトラックオイルナンバー3、こちらもねとてもいい香りで質感もいいのでプレゼントにおすすめです。1万円以下のプレゼント、続いてはこちらです。コーヒー豆屋のコーヒー豆です。コーヒーが好きなお相手だったらこのコーヒー豆のプレゼントもいいと思います。コーヒー豆は街のお店でもオンラインでも買えますけど、おすすめなのはこの表参道のコーヒー豆屋さんのコーヒー豆です。これをねプレゼントで買って持っていったらコーヒーが好きな相手もねセンスのいい豆を買ってきましたねってなると思います。このチャンネルでもね何度も紹介していますが、店舗でバリスタの方と会話しながら好みのコーヒー豆を見つけるというねプロセスを楽しむことができる豆屋さんです。常時十数種類のコーヒー豆が用意されていて、浅入りから深入り味わいなんかも選べるんですが、豆屋さんはこうねバリスタの方がお客様一人一人に丁寧にヒアリングしてくれるので、こちらの好きそうな豆っていうのをね選んでくれる、導いてくれるんですよね。もちろんその会話の中で自分の好みのコーヒー豆も分かりますが、例えばプレゼントしたい相手がね一緒に来れなかったとしても、その相手の好みの豆っていうのも結構ね簡単な質問のやり取りをしてくれるので、徐々に相手が好きそうな豆を見
見つけていくことができます。例えばその相手の方は普段どこでコーヒー飲んでそうですかとか聞かれたら、スタバとかで飲むことが多いですねみたいに返すと、じゃあスタバでは普段どんなのを選んでますかみたいな話になっていて、で深入りがいいのかもっとあっさりしたのを飲んでるかとか、ケニアの豆が美味しいって言ってましたみたいな、ちょっとそういうヒントみたいなのっていうのを会話の中で見つけていって、その質問で絞り込んでいって、それだったら相手の方にこの豆なんかいかがでしょうみたいに、その場にいない方の好みのフレーバーの豆も導いてくれます。でコーヒーをね購入するとこういった袋に入れてくれるんですけども、このね袋もおしゃれだし、もちろんコーヒー豆も美味しいし、他の店とは一味違ったコーヒー豆のねプレゼントが選べるんじゃないかと思います。なのでねきっと喜んでもらえると思います。ちょっと購入の難易度が高めにも聞こえたかもしれませんが、親切にねちゃんとバリスタの方がこちらの期待している豆を探してくれますし、もしね最悪プレゼントして口に合わなかったとしても、一生懸命渡す相手のことを考えてバリスタの方に好みの豆はこうじゃないかって伝えて、そのね好みの豆を見つけようとしてくれていたこと、これがね伝わるだけでも相手にはね喜んでいただけるんじゃないかなと思います。プレゼントってプリセントって書くぐらいなので、送る時より送る前のプロセスも贈り物だと思うので、ぜひこの豆探しのストーリーも添えてプレゼントしてみてほしいです。きっとそのプロセスは喜んでもらえると思います。コーヒー豆屋さんね人気店なので結構並ぶかもしれませんが、インバウンドの方とかも最近増えてきていて、結構ね列できていて長時間待つことになるかもしれないんですが、それだけにねきっと満足のいくプレゼントが見つかると思いますので、バリスタの方に相談して素敵なコーヒー豆のプレゼントを見つけてください。このコーヒー豆屋さんのコーヒー豆、こちらもね1万円以下のプレゼントとしてはとてもおすすめです。はい、そういったわけで今日は1万円以下で購入できるおすすめのプレゼントを紹介してみました。もしこの動画が良かったと思った、参考になったと思った方はぜひグッドボタンをよろしくお願いいたします。紹介したアイテムをプレゼントに選んでいただいた方はね、渡した後の相手の反応なんかもね僕も気になりますので、そういったねお話なんかもぜひコメントで教えてください。はい、今日の動画は以上です。このチャンネルではこうした生活に役立つ情報もいろいろ紹介していますので、よろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。あとベルマークも押しておいていただけたら嬉しいです。本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。